あのキャラクター自身が気に入ってるんで、塩田先生ってああいう印象だったんで、武田壮上島さんもそうだけど、謎めいてる力がで、そもそも強さの概念、わがままを通す力。こんにちは、白川龍です。今回は角川さん出版美しい合気道出版記念ということで、板垣先生とのコラボが実現しました。角川さんありがとうございます。そして板垣先生、今回書いていただきありがとうございます。はい。先生、ちょっと聞きたいんですけど、美しい合気道先生読んでいただけたでしょうか。ざっと見た。どのような感想？いいから出してた。ありがとうございます。体の鍛えた写真とかもちょっと、楽しくちょっと普通の合気道の本とは違って、そういう面白いコーナー、鍛えてる合気道家でもちゃんと、合気道家って結構筋力が弱いとか言われるじゃないですか。そのイメージが全くないんで、むしろ俺力を使わないようにっていうことを強調する武術でしょ。でも受け身をするとすごい筋肉鍛えられるんですよ。めちゃめちゃ鍛えられるんですよ。受け身で頭を打たないように首と腹筋、あと拳状を振ることで腕の拳状といって武器、木刀を振るの、それで二頭筋とか使うんですよ。すごく力感じましたよ。掴んでて、なんていうんだろう、部分的なそういう局部的な強さをすごく感じました。5、10一体で5の力と10の力がないと多分10を勝率権力だと思うんですけど、柔らの動きっていうのは5の力がないと柔らだけだったら結構難しいかと私は思ってますね。5、10しっかりと使い分け、あとは5の力をどれだけ柔らかく使えるか。出力、この本にも書いてるんですけど、力はやっぱり私あった方がいいと思っておりまして、その力をどう効率的に生かすか、どう効率的に使うかってことなんですよ。なんか腕力とはまた別な、剣が強いって感じなのかな。剣、なんと演武って言い方でいいの？お弟子さんと動いてるの見ても、打撃に近いなと。投げ一つに投げの印象が、瞬発力的には打撃にも活かせるぐらいの勢いではやってます。握手でね、倒すとかさ、いくつか掴ませてってなったりとか、すごい打撃的に来る感じが、そんな印象でした。本当お忙しい、連載新しく始まってお忙しい中、本当に先生に少しでも読んでいただいて面白かった。売れたと聞いても、そうだろうなって感じました。新しい作り方。今回特殊製本が見開きができて、こういうのも見開きができるっていうのも特色なんですよ。で今までは DVD とかだったんですけど、携帯で QR コードで動画で見れるってところも角川さんとかこだわりで作りました。綺麗。見やすい。表紙は先生どうでしょうか。表紙もちょっと角川さんと一緒に協議して。この時点でね、全然切り口が違うって感じ。いい意味で砕けてる。堅苦しくない。なんか武術してない感じが。これ俺も散々やったんだけどできなかったな。柔軟体操なんでやってるとやっぱりやらなくなってくるんですよ。してるよ。そうですね。じゃあちょっと本題にいろいろ入りたいと思います。本日、生で白川龍二の、投げであったり、あるいは体感していただいて、率直な感想をお伺いして。ずっと先から言ってるじゃん。何も聞いてなかったな。今までの持ってるイメージと実際体験して感じが変わったの。いや、荒々しい。いい意味で荒々しい、ダイナミックな印象だった。はい。続いて平木先生自身で渋川豪輝の一番お気に入りのシーン、好きなシーンというのはどこでしょうか。たくさん書いてるからね。多分だから会話の方が俺好きなんじゃないかな。落語的な聞いてて何を言い出すのかなって期待させるように喋らせてるんで、それ書いてる時は気持ちよく書いてる時だね。言っても分かんないか、そうやって言ってもあのキャラクター自身が気に入ってるんで。塩田先生ってああいう印象だったんで、
でもやっぱ渋川合気道家にとってはやっぱ渋川豪樹というキャラクターは巨大なので、先生がどのようなシーンが一番思い入れがあるかなってすごく気になります。なんかこう、いいおじいちゃん的な喋り方で、あんまり気性の激しさってのは見えにくいんだけど、折に触れるこの弟子とのこの接し方を見てると、実は大変凶暴な一面ってあるんだろうなっていうことに気づかされることがあったりとか、そういうふうに思い当たることがあって、それかっこよかったんだ。実は危ないんだろうな、舐めてかかれない人なんだろうなっていう。で、お弟子さんがもうすごいピリピリ怖がってて、それ見るのも好きだったな。先生の名言で達人は保護されているっていう名言があるじゃないですか、それは渋川豪樹登場した時の一番の、ね、アナウンサーが言った場面ですよね。先生どういう心境ですか？いや、だって恥かかせようとしてないわけじゃない。まず2倍役終わらせようと最初から最後までそういうふうに設定されてて、ひょっとしてこれ化けの皮剥がされるんじゃないのかっていう場所には絶対立たせないし、俺もそんな立つのは見たくないし、大恥かくようなところは見たくないんで、そういう場でも、上司が堀平であるとか仕事で偉そうかもなって本当に強かったんだろうな。そういうこの牙の部分がね、そういうのがこう秘められてるなっていうシーンを描くのは好きかな。達人は保護されているっていうフレーズはすごく本当にいいんですけど、合気道が特にてか達人と言われてる人たち、そこまでいっちゃうとね、恥かかせられないからな。昔塩田館長が、芸能の番組に出てきた時にバンドでいいですか？バンドさん、バンドさんが胸ぐらでやった時にいや、これな手かなんかがこうやった時にで、こういう時はどうするんですかって言った時に、こうするって時にバンドさんがそれさせないように頑張った瞬間に当てにパーンってやられて、それ館長後で演舞会とかで公の場で、あいつはろくなもんじゃない、こうするって事前に聞いてたことと違うことやろうとしたから痛めつけたっていうそれだけちょっとふざけて試すなよっていうことはメッセージ性に入ってる。あれなんじゃない、恥かかせようとしやがったなっていうことだと思うんだよね。そういう素敵だったよ、そういう時のさっきは。美しい合気道。はい、他にです。ありがとうございます。平口先生、多くの格闘家とはいろいろ対談等されていると思うんですが、最近もし気になる武術家というものがいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。いや、ちょうどね、なんかのバラエティーにもう一人握手でカクンってやるっていう人っていないんだ。わかります。はい。俺あの人にちょっと体験してみたかったんだけど、今日それできたんで、今のところないな。やっぱ握手としては全然ちょっと体験したいなっていう気持ちはあった。どんな感じなんだろうなって。だから合気ってものがどうやらあるみたいなんだけど、それってどんなもんなんだろうっていうのが、大統領の柔術に行ったのもそれを体験したくて、塩田館長とかさ、武田壮、上柴さんもそうだけど、がたいからしたらもうそういう上手に関節取るとかじゃ無理だろうな。もうやっぱり謎めいてる力が本当に強いだろうし、そんな感じ。はい、じゃあ今のところでは合気は興味あるけど、その武術家は興味ある人は先生ない。その質問だっけ。すごい気になるんですよ。先生、格闘家は多分すごいたくさん好きな方いらっしゃると思うんですけど、武術家で気になるですか？気になりますね。どのように考えて黒田鉄山さんって試合のね、それ目の前で見てみたいな。すごい速い人。脇でも業者ありましたもんね。ありました。脇には本当にさまざまな武術家が出てきますもんね。やっぱ先生、それ書かれてるってことはその武術家の方が好きだってこと？そう、興味ある。中国拳法とかね、王光祭とかって見てみたいの。どんだけそんなに言うほどって驚かされたい、そういう感動で紡いできた作品なんでね。体験主義者でひどい目にあったらそれ書くのよ。書き加減をね、喜怒哀楽を書く仕事なんで、できるだけひどい目で、できるだけいい目見た方がいいなって俺は思ってるんで。なので先生、今日合気を体験して、私の合気を体験していただいて、なんかインスピレーションとか
か湧きますか？いや蓄積されたんだろうなとは思うんです。だから書くときにそれは知る前とは違う書き方をすることになるだろうと。あの打撃感、投げなのに打撃のようなゼロからいきなりマックスで見つけられたような感覚、あれは他の投げ技では経験したことないので、なんかレスリングとかやってる人みたいな、そんなような。多分柔道やレスリングの一流選手だと多分合気的な体の身体操作使ってると思うんですよ。いやだと思う。はい。演技ってまた違う、全く違うものみたいじゃない。はっきりと違う別な要素としてどうもそんなようにものの本をね見てると解明されたとしてもちゃんと実践で使える。難しいと思うんですよ。稽古の場所では再現できても、例えばじゃあ競技の場で再現できないのであればそれは使える使えないで言われたら結構使えないかもしれないですよ。競技の場でね、もし実践の場で、まあでも使えたんだろうな。武田壮作とか吉川さん使えたんじゃない。あるいはやれたのかなって夢がありますよね。ある。そこは夢がありますよね。あるある。美しい合気道。ちょっと合気道とはまた別の質問になるんですけども、バキシリーズ書きされてて、強さというある意味現代ではなかなか発揮しづらい価値について追求されていると思うんですけども、現代においてその強さっていうものが逆にどういった価値を、持っているかっていうのはなんかご意見とお伺いしてもよろしいでしょうか。でそもそも強さの概念でわがままを通す力っていうのは、それは権力、筋力、経済力、その中でもそういうこと一切使わず腕力、武術的なもの、敵を肉体で屈服させるっていうところに一番この強さの純度が高いのはその辺じゃないのかと思うんで、そこを追求してるってきた結果が今ってこと。半間裕次郎がやっぱり描かれてあった先生の強さなんですよね。わがままを通す力。そうだから一番分かりやすいサンプルとしては、先生自体がなりたかった父親像みたいなことを書いてありましたもんね。俺がなりたいっていうより、あれは誰でもなりたいと思うんだよ。なれるものなら父親にそういうことを目に合わされたかったんだ。劇とかで書かれてましたもんね。読んでます。もう無理だって、これは勝てねえやと、父親にお見せしましたって言いたかった。そういった点ですと白川先生がお父さんが受賞というところで、そこに思うところがございますでしょうか。そうですね。私実は私の父が合気道で強かったんですよね。で、僕の父は合気道強くなるためにやる合気道を選んだっていう。本当に強くなるために合気道でちょっと面白いですよね。面白いね。でも打撃いくよね、大抵。そうです。打撃もやってたらしいんですけど、でも本当に合気道で強くなることを目指していたって変わってる父親です。何屋さん？道場経営で食べてる？はい、そうです。で、もともとはプロ合気か。プロ合気道かな。で、神主ではあるんですけども、神主さんで。はいはいはい。あ、そちらの方の神事も。はい。お父さんがこれを見て何て言ってるか聞きたいよ。この美しい。てかもう動きも全部知ってるわけじゃない。はいはい。見てるわけじゃない。お父さんはあなたを何て言うの？どう評価してるの？あんまりいいのこういう質問しちゃって。美しい合気道。合気道を広めるっていう意味でいろんな活動しているので、そういう点で評価が技術そのものは？技術そのものは特に研究する。何も言わないです。言わない。何も言わないです。でも強いし厳しかったですね。厳しいですね。そこは本当に怖いようなちょっと怖いんですよ。あ、知ってるの？はい。育成のああ、そう。みんな知ってるんですよ。現役で教えてる76歳です。今現役で君もバンバンやる。そうなんだよ。年取ってから強くなるっていうかさ、合気系そういう人っているよね。この美しい合気道にも書いたんですけど、先生合気道の良さって健康的に強くなれる可能性があるんですよ。
年を取れば普通はやっぱ技術って健康度って失われてありますが、合気道の稽古自体が健康を促進する要素があるんですよ。そんなことある？ありますあります。受け身が指圧効果になったりするんですよ。で適度な全身運動になりますので、年配の方で合気道されてる方はみんな結構元気です。健康を含んだ武道でもあるんですよ。まあ年取ってからね、打撃系とかそう、打撃ないですから、あと投げのコントロールができるっていう点で安全に稽古ができるんです。そっか、体の柔軟性を失わないかもね。はい、柔軟、はい、手首この運動だけで、漫画で鍛えた時にやるだけで全然血流が良くなります。この本にも書いてあるんですけど機会があれば使ってみる。はい、はい、はい、ということで先生、本当今日はありがとうございました。どうもどうも貴重なお時間、今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。